皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今成田空港第2ターミナルにおりまして、今日はこれから台湾台北に行きたいと思います。グルメ旅です。台湾って言ったらね、もう美味しい食の宝庫ですよ。小籠包とか牛肉麺とか、あとは屋台で食べ歩き、そして美味しいスイーツもたくさんありますので、今回の動画では皆さんに台湾の美味しいグルメ、そしてちょこっと観光もできたらななんて思ってます。ということで行ってきます。チャイナエアライン初めて乗りましたけど、モニターがついてる。嬉しい。映画が見れますね。席に来たらブランケットと枕も渡してもらいました。席も結構広めです。今回 SIM は Amazon で6日間無制限使い放題の eSIM を購入しました。値段は約2000円。使い放題だけど使いすぎて低速にならないっていうことでこちらに決めました。出発してから早々に機内食が配られました。メインはチキンかハンバーグから選べました。チキン柔らかくて中華の味ですごい美味しい。結構分厚めのハンバーグ。弁当に入ってるおかずのハンバーグみたいな味がする。桃園国際空港に到着しました。時刻はもう24時を回ってしまいまして、電車がないので Uber で市内の方に向かいたいと思います。Uber のピックアップポイントは29番。出口出てまっすぐ行ったところで乗ります。金額は結構高めで50キロ1500台湾ドルと出てました。日本円にして約7300円。Uber 無事乗れました。空港から台北市内まではタクシーだと約1時間で到着します。今日泊まるホテルはホテルパパホエールというホテルで、シーメ駅近くのホテルとなっております。1泊1部屋5600円という驚異の安さ。5階の61号室。廊下もコンクリで打たれてて独特の雰囲気があります。綺麗ですね。これで1部屋5600円は安い。部屋の中の作りもただ洋風なだけじゃなくて、ちょっとコンセプト的な面白いですね。天井は結構高め。この部屋のサイズにしては大きめなテレビがありますね。コンセントもたくさんあります。洗面所にはタオルは置いてあります。台湾は今年の1月から使い捨てのアメニティとかをホテルに置くのが禁止になったそうで、コップはあるけど歯ブラシとか櫛とかそういったものはないので自分で持ってきています。トイレも結構広々。ウォシュレットはついてないけど、これだけ綺麗だったら全然嬉しいですね。シャワールームです。上からかぶれるタイプと手持ちで浴びられるタイプ両方ありますね。水圧も全然問題ないです。シャンプーとボディーソープはあります。テーブルの方に電話とかポット、コーヒーとかもありますね。電話がなんか味がある感じで面白い。Wi-Fi も完備してあります。冷蔵庫もありまして、中はちゃんと冷えてます。クーラーも温度調整できるようになってます。立地も考えたらかなりコスパがいいホテルだと思います。おはようございます。ホテルチェックアウトしまして、時刻は今11時ぐらいなんですけど、これからミシュランにも掲載された牛肉麺を食べに行きたいと思います。台湾といったらもう牛肉麺ということで、台湾1食目の食事です。シーメンエリア、飲食店すごいたくさんあります。今日は平日だからか、まだお昼なんで、出歩いてる人は少ないですけど、結構栄えてますね。到着しました。こちらの商業施設の中に今日行く牛肉麺のお店入ってます。地下1階がフードコートになってますね。いろんなショッピングのお店が入ってますね。着きました。こちらです。キャッシュオンリーって書いてあります。麺手打ちで売ってる。店内は清潔感があって広めですね。日本語のメニューありますかって言ったら出してくれました。一番メインの牛肉麺は200台湾ドル、1000円。結構高級ですね。私は汁なし麺頼みました。いただきます。もちもちで。油そばの刀削麺版みたいな味。美味しい。牛肉麺いただきます。
牛肉がホロホロでめっちゃ美味しい。スープはすごい優しい味で、思ってたよりも薄いし、辛さはないけどスルスル入っていく味です。あとこの刀削麺、お店の前で手打ちですごいたくさん売ってて、もちもちですっごい美味しい。いや、コーツつけがたいですね。なんか汁麺は癖がないから全然抵抗なく食べるし、こっちは骨肉茶的なバクテー的な味ではあるけど、味が薄めだからスルスル入ってるから、どっちも美味しい。水餃子いただきます。ニラと豚肉ですね。刀削麺と一緒の皮かな。どっちが好きですか？お水とか飲み物は全部30台湾ドルだから150円ぐらい。気持ちちょい高いですね、全部。煮つけた人参みたいのが汁なし麺に入ってるんですけど、それがすごい美味しい。本当にマーラーのタレをちょっと入れたらもっと美味しくなる感じ。酢が合う。酢合う。美味しかったです。ごちそうさまでした。さっきの商業ビル出て右手に歩いていくとすぐお茶屋さんがあったので、ここで飲み物を買いたいと思います。メニュー全部日本語表記してある。頼みやすい。この人気の蜂蜜紅茶にしようかな。で、蜂蜜紅茶、緑茶、紅茶の L。氷は少なめ。多め。買えました。蜂蜜紅茶65台湾ドルでこの大きさ、安っ。300円ぐらい。アイスティー。今日泊まるホテルはシーメン駅4番出口からほぼ直結ですね。めちゃくちゃ立地がいい。ここ入り口むちゃくちゃ綺麗だけど、まだ時間が早いから多分部屋の中には入れないと思うけど、うわ、なんか吹き抜け風。すごいな、デザインが。チェックインはここなのかな。今日泊まるお部屋は10階の0号室です。23平米の少しこのホテルの中では広めの部屋にしました。シティデラックスダブルルームで1泊あたり約16,000円でした。今ちょっとお盆と休みのシーズンかぶってるので、いつもよりも少し高めにはなってると思うんですけど、休みの時期じゃなければだいたい1泊12,000円から4,000円ぐらいで泊まれると思います。開けてて高層ビルもところどころ建ってますけど少ないので開放感がありますね。ベッド結構大きいです。で、丸テーブルとあと広めのソファーがある。テレビも結構大きめです。お水は初日に1本ずつだけ配られるっていうことでした。冷蔵庫もあります。冷えてます。ウーロン茶とコーヒー飲めます。金庫があって、ドライヤー、あとスリッパですね。クローゼットもあります。洗面所はこんな感じです。湯船があるタイプ。湯船深くて結構広々で、シャワーは手持ちのタイプですね。シャンプーとボディーソープはあります。水圧も問題なし。洗面台が結構大きくて鏡も広々です。アメニティ類はないけど手を洗う石鹸は置いてくれてます。トイレがウォシュレット付きですね。嬉しい。今からシーメン駅から一駅のところにある龍山寺っていうパワースポットのお寺に行きたいと思います。このヨーヨーカードにお金をチャージして、台湾ではメトロとかあとコンビニとかでキャッシュレスでこれでピッとお会計することができるんですけど、こちらにお金をチャージしていきたいと思います。このヨーヨーカードはコンビニで買うことができます。で、コンビニでも現金チャージすることができるんですけど、駅でもこのようにこの機械を使ってチャージできます。ここに乗せて、お金をただ入れるだけでいい。で、ネクストステップ。レシートプリント。これで100元チャージできましたよって感じです。龍山駅に行くのはブルーの方のラインですね。ここにタッチしたら入れます。ヨーヨーカード、日本のスイカと同じような感じで使えてとっても便利。エスカレーター降りてさらにもう一段下のところに反対方向のがあるんです。龍山寺地下街到着しました。台北屈指のパワースポットロンシャンス龍山寺です。こちらは台北の中で最古の仏教寺院ということで、パワースポットとしてすごく有名とのことです。入ってすぐ滝がある。
ここのお寺は仏教をはじめとして100以上の神様が祀られているお寺だそうです。この建物は中国南部の福建様式の伝統建築ということで、すごく味がありますよね。朝早くから地元の方たちが様々な思いを胸に参拝に来られるということです。恋愛成就とか、あとは商売繁盛、健康とかいろいろですね。あとは日本と同じようにおみくじを引くこともできて、そのおみくじがどういう意味なのかっていうことを教えてくれるサービスもあるそうです。入場は無料で朝6時頃から夜の10時頃まで開放されているっていうことですね。お供え物がたくさんあります。都心にあるのに結構広いですね。暑くならないようにミストがかけられています。夜になりましてお腹もだいぶ空いてきたので夜ご飯食べに行きます。ホテルの近くの羊串の人気の店にまずは行ってみたいと思います。そこのはずなんですけど、もうここなの？はい、夜になるとシーメンすごい賑やかになりますね。目当ての店はこちらです。台湾ナンバーワンって書いてある。日本のキリン一番搾りが499元で飲み放題だって。ビールはキリン一番搾り。馴染みある。乾杯。うわ、ここの店は Google マップで調べると評価が3500件ぐらいレビューがあって 4.9 という驚異の高さ。今早い時間だからかお店めっちゃ空いてるんですけど、夜になったら混むのかな。なんか店員さんたちもこの早い時間なんか本腰入ってない感じ。羊串と言いましても結構ね粉の種類が多くって5種類ぐらいスパイスがあって、であとバーベキューソースだよってこちらのぬるタレも渡されました。あ、これスパイシーにしたからこれでくるくる回りながら焼かれていくわけや。5分ぐらいすると結構焼けてきます。火力強め。牛の方が焼けるの早かったんで牛からいただきます。うまっ。牛うまいね。塊の牛の肉じゃなくて薄いやつをこうギュッと敷き詰めて焼いたって感じだから柔らかくてめっちゃうまい。この羊串のスパイスって日本の人にあんま馴染みないじゃないですか。これがね、私も最初は結構スパイスの香りとかクミンの香りが強いからなんかちょっと抵抗があったというか、何回も食べていくうちにめっちゃハマっちゃったんですよ、この味に。日本の方もね絶対これ食べたら美味しいなって思うようになると思います。羊が焼けました。あら、いや結構悪くない？甘辛いの辛いがかなり辛い。ちょっと私的には辛すぎる。焼けたらこう上の方に串移動してあげると保温でずっと上がってくるけど焦げないで温かいまま食べれます。この串羊臭さが一切ない。一口アワビも来ました。可愛いサイズだけど新鮮な感じ。ちょっと辛すぎるからレモン茶。うまこれ。味付け牛肉。うめえ。あて。ちょっと待って。あ、ここ全部美味しいわ。牛、豚、ラム、アワビ串も2個ついてるからシェアできます。うまい。はい。羊串はスパイスの味が食べたら絶対癖になると思うので、ぜひ食べてみてほしいです。ということで美味しかったです。ごちそうさまでした。ちょっと夜のシーメンを探索したいと思います。目の前にすごい人だかりができてるんですけど、人気のそうめん、乳麺みたいな麺屋さんがあるんで、テイクアウトのお店っていうことなんで、こちらで買ってちょっと食べてみたいと思います。Google のレビュー1万件超えてるんだよね。小さいサイズ頼みました。せいせい。人はめっちゃ並んでるけど本当に渡すのが早いので1分ぐらいで買えました。メニューがさほぼ1種類しかなくて、ちっちゃい方が65元でした。結構量あるよこれでも。カツオだし。
うまい。めっちゃカツオよ。ライスヌードルって書いてあるから、これそうめんっぽいけど、そうめんじゃない、米の麺ですね。これ今夏で暑いじゃん。冬のむちゃくちゃ寒い日に通りがかって買って食べたら多分美味しさは10倍以上。あったかいってなれる。飲んだちょっと締めにもすごいちょうどいいサイズ。だから食べ歩きフードとしてはカロリーも低めですごいいいと思う。すごい夜になると C 面めっちゃ人増えますね。ここのタピオカがすんごい人気っていうことなので飲んでみたいと思います。これ作ってんだ。美味しそう。待って、これが厨房の列だった。むちゃくちゃ並んどるやんけ。並ぼう。ナンバーワンタピオカ頼みます。アップルペイ。面白い。タピオカ入りの小籠包とかもある。こういう生地から丸くやっていくんだ。ポロポロ出てきてる。すごい。ガチで炙ってる。しかも竜のバーナーで炙ってる。出てくるのめっちゃ早い。上炙ってた。で下はめっちゃ熱々。ちょっと混ぜよう。待って、ガチで今までの人生の中で飲んだタピオカの中で一番うまい。なんかね、甘さは控えめなんですよ。だけどそこにある黒糖のタピオカがもっちもちでめっちゃ黒糖の味がして甘くて、混ざるとめっちゃ美味しい。レベルが違う。120円ちょっと高いなと思ったけど飲む価値ある。それでこれから2軒目に行きたいと思います。さっきちょっと羊串軽めに食べたんで、これから行くのは台湾式火鍋のお店。石鍋でお肉とか具材を炒めてそこにだし汁を足して食べるっていうスタイルの超人気店の火鍋屋さんに行きたいと思います。はいどう。すごい賑わってます。観光っぽい人もいるけど地元の人もいるね。席に着いたらすぐに店員さんが石鍋に火をつけてくれます。冷蔵庫があって、その中にお皿の色が全部違うのが入ってて、色ごとに値段が分かれてるって感じ。たくさんある。何にしよう。野菜もいっぱいある。タレはここで作ります。注文が分かんないんだけど、しいたけ、チンゲン菜。もう価格が分からない。あそこに表示してある野菜じゃないのも。おー。結構問答無用で。そうなのですいません、ここのお店の一個一個の単価がちょっとわからないかもしれないけど、総額でいくらだったかっていうのは出しますね。店員さんに教えてもらおう。スタンダードなタレの作り方。唐辛子を作ってもらいました。完成しました。石鍋火鍋。いただきます。スープの味は、薄めの味がついてて、そこにごま油の風味がパッとくる感じ。だから多分ね、タレと合わせて食べたらちょうどいい作りになってるんだろうな。豚肉タレつけて、食べたことない味。10口ぐらい食べたらめっちゃうまいやんこれってなりそうな、そんな味。このタレがなんか絶妙に不思議な味する。しいたけうま。なんかね、ごまのコクがあるのすごい。追加で牛肉も頼みました。牛が煮えました。牛うま。辛い。さあ、唐辛子のとこ食べちゃった。超辛い。そう。ネギとかね、存在忘れてた。なんかね、汁がだんだん煮立ってきて、いい感じに濃くなった。あ、消されました。鍋のスープがだんだん煮詰まってきて塩味もいい感じになってきたんで、締めいきたいと思います。締めが乾麺の卵麺とうどんとあとご飯があったんですけど、うどんにしました。日本語で讃岐うどんって書いてある。卵をもらったうどんをインします。ネギを取ってくるわ。いい塩梅できました。うどんが辛うま。唐辛子
シが辛いんだ。なかった今びっくりした。でも唐辛子入れたらこの汁の味が際立ってより美味しくなった。今ね唐辛子入れて辛くなってむせちゃったんですけど、ここの標準値の出汁の味は全く辛くないから、辛いのが苦手な人とか子供とかと一緒に来ても家族でみんなで楽しめる味。タレで辛さを調節できるんで、辛いのが好きな方はタレにめっちゃ唐辛子を入れて辛いので食べ進めることもできる。だから辛いのが好きな人と辛いのが苦手な人と同時にみんなで鍋を囲むことができます。このだし汁やばいよ。1時間後が最初食べ始めた時の3倍うまくなる。これはもうなくなったのをお見せしました。おはようございます。今日はこれからミシュランビブグルマン掲載のルーローハンのお店に朝ごはんを食べに行きたいと思います。9時オープンってことなんですけど、今9時15分ぐらいなんでオープンしたってとりあえず行ってみましょう。並んでないといいな。金曜日の9時半に来たんですけど、列は20人ぐらい並んでますね。テーブル席も空いてるぐらいですし、なんか思ったよりも回転早そうです。先生、席空いてますか？なんだかんだで受け取るまでに並んでから40分ぐらいかかった。台湾風バーガー。うまっ。すごくない？角煮はもちろんホロホロですごい美味しいんだけど、ピーナッツの粉みたいのが入ってて香ばしい感じになってて、このマンが蒸したてで柔らかくてすごい美味しい。油っぽいとか書いてる人いたけど全然そんなことないです。角煮丼です。ルーローハン食べようと思ってきたんだけど、店員さんのおすすめもこの角煮丼だということで煮卵15元でプラスしました。角煮が箸ですぐ切れちゃう柔らかさ。ご飯結構入ってるね。こんな感じ。米の方が合うね。超固めの豆腐うまっ。煮卵味しみしみ。ザーサイがよく合う。角煮とお漬物とかあとご飯のバランスがすごいよくって、交互に食べていくとくどさも感じず、とってもバランスよく美味しく食べられると思います。こっち食べたい。だからマンを頼むのはさ、もう米にルーローハンと互角煮丼にしたらよかったじゃないの。美味しかったです。ごちそうさまでした。ちょっと量は足りなかった。今日はちょっとゆっくり過ごそうかなということで、今日から台湾では鬼滅の刃公開ということでしたので、映画館に見に来てみました。台湾の映画館だけど日本語の音声だったら見れるよね。どこで買うんだろうか。映画館の上映リストが日本の映画ばっかり。チケットこっちで買うのかと思ったら、ドリンクを買うところとかと同じこっちで買うみたいです。日本だったらチケット買うとことドリンクとか買うとこ分かれてるんですけど、ここの映画館は一緒みたいです。でここでちゃんと席の表とか見せてくれて買えるので、席に空きさえあれば行き当たりばったりでも映画見れます。ただ注意点が台湾のクレジットカードしか使えないみたいなんで、現金でお会計しないといけないです。価格は日本の映画館とそんな変わらないかなって感じ。はい、映画見終わりまして、これからですね、今夕方の5時ぐらいなんですけど、台湾って言ったらエビ釣りが有名だよねっていうことでエビ釣りに行きます。で今から行くのはなんかこう夜市とかでね、よく簡易的にできるエビ釣りとかあるんですけど、そういうのじゃなくって室内でちゃんとこうエビ釣り施設みたいなところに行ってみたいと思います。金額もなんか Google マップで見たらこう何個か台北近郊にエビ釣り施設ってあるんですけど、その中ではリーズナブルなところだと。私日本でねすごい釣りが好きで、釣りの YouTube チャンネルもやってるので、よかったらこれも見てください。はい、営業中や。来ました。30年の老舗のお店、全家楽エビ釣り店。2人で、こんにちは。プランがあって、1時間だと350、1.5 時間だと500、2500円からよ。涼しい。日本語のメニューを渡してくれました。釣り方とかなんかルールが書いてありますね。あー、エビが入りました。今チャンスじゃないですかこれ。さあ行け。見えますか皆さん。浮き輪あそこにあります。
2分から3分浮きに動きがなければ位置を移動させよう。動かす速度はかなりゆっくりで、アリが動くくらいの速さを目安にしてください。エビが餌を食べると浮きが沈みます。でもね、ほんと食合わせ禁止だって、それ基本らしいから。あー、沈んだ沈んだ沈んだ。待って待って待って、うん、沈んだ。こうやってさ、ヌーって引っ張ってくるわけ。いる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 。これは確実におるで。おい、はい、令和のエビ釣り名人です浮きがあるからさ、分かりやすいね。いててててて、おいおいおい、いっためっちゃ挟まれた。理解しました。このいたずらなこの挟む手はね、先に手で持ってやればいい。お前も食ってやる。おお、終わりました。なんだかんだで結局2時間やっちゃった。でもいっぱい釣れた。お店の人が串刺しにしてくれます。こんな感じにやってくれます。ここでグリルで焼いてもらいます。あ、めっちゃサービスしてくれたじゃん。うまそう。台湾のノンアルビールと一緒に。見て、すごいどみそ。え、うまい。うまい。うまい。え、ガチで美味しい。うめえ。これが食いたかったの。あっという間に最後の一本や。ごちそうさまでした。今日の晩ご飯はさっきのエビ釣り店から、徒歩で5分ぐらいのところにあるアーチェンアーローっていうミシュランビブグルマに乗ったガチョウ肉が食べれるお店に来ました。で、今時刻は8時前なんですけど、金曜日っていうこともあってすごい並んでる。お店に着いたらまずこのタブレットで整理券を発見します。で、その横にメニュー表があるのでペンを使って食べたいメニューを書いて呼ばれるのを待ちます。こんな感じでつけました。中国語で呼ばれるから分かんないじゃんって思ったら、上の方にこうモニターがついてるので、ここで自分の持ってる番号がないか見ながら待ちます。おー、3回ですって。なんかお酒は自分で持ってくスタイルって聞いたんで、その緑茶と、あとね、これなんかちょっと飲んでみようか。じゃあこれとこれで18日間しか賞味期限がない。あ、いいね。じゃあそれで、はい、行きましょう。あ、なんか上でも全然あったわ、飲みも。3回。ちょっと疲れた。混んでる。で、このビールのね、裏側に再来って書いてあったら当たりでもう一本もらえるんだって。さあどうか。飲んでくれてありがとう的な。タレはここで自分で作るスタイルになってます。飲み物も冷蔵庫から自分で勝手に取って後でお会計するスタイルです。なんやかんやで1時間ぐらい待ちまして店内に入れました。この台湾ビールでこれ18日しか賞味期限がないビール、これすごい美味しいみたいだから頼んでみました。隣の人が持って帰ってたの。あ、珍しいんだ。ということでじゃあ乾杯。水みたいなビール、むっちゃくちゃ飲みやすい。あれみたい、バドワイザーとかそういう系の薄さかな。美味しいよ。いただきます。ガチョウの肉って食べたことないわ。レビューとか見てたらこのガチョウの油のご飯も一緒に食べるとむちゃくちゃうまいって言ってたんで頼みました。香ばしい匂いする。いいですか、じゃあとりあえずタレつけていただきます。やばい、ここ来てよかった。これ何これ。これはミシュランです。味がうまい。これはね、絶対食べた方がいい。2人前から4人前の量でも全然多くないからペロリ食べれると思います。よくさ、アヒルとかガチョウ肉で想像するその臭さ、獣の臭さみたいなやつは一切ないから、日本で例えるのはちょっと難しいんだけど、アイガムスモークとかさ売ってるじゃん。あれが好きな人はもう確実に食べられる。で、子供も絶対好き。この黄金タケノコのこれスープ、うまっ。シャキシャキ。生姜として食うと全然違う。
なんでこんなに臭さがないの？まあ今お酒飲んでるけど、ランチでも全然美味しいと感じられる。ご飯に巻いちゃうもん。生アイガマスモーク。で、この生緑茶みたいなやつがすごいうまいって。うま、この緑茶。例えるなら、すごいちゃんとした家に遊びに行った時にお母さんが出してくれるお茶。もう緑茶入れてたから飲んでねってお茶。美味しい。季節野菜の炒め物来ました。何の野菜かわかんない。大丈夫。なんかこの炒め物はガチョウの油とあとニンニクと唐辛子でさっと炒めてくれるから美味しいって。これで9時閉店。じゃあよかったね。ギリギリで駆け込みだったね。美味しかったです。ごちそうさまでした。またシーメン街に戻ってきました。ちょっとね、今10時前ぐらいなんですけど、デザート食べたいなっていうことでかき氷のお店に行きたいと思います。大丈夫かな。ハロー。マンゴーかき氷250円ってことは今日の映画代と一緒や。250円。いただきます。なんか台湾のかき氷って氷が練乳がねっていう。生っぽい。むっちゃくちゃうまいわ。しません。むっちゃくちゃうまいわ。舐めてましたと。閉店時間の5分前に入ったんだけど、まあ入れてくれた。本当に綿みたいなかき氷で、このミルクの部分はうっすら牛乳とちょっとだけ甘い味がする。このお店はキャラクターのかき氷が名物みたいな感じだったんだけど、まあ、普通に台湾に来たらマンゴーのかき氷食べたいよねっていうことでこっちにしました。地元の人はそのキャラクターかき氷みたいなやつを食べてる人が多いかな。ペロリでした。駆け込みでポップマートでも買い物できました。おはようございます。今はですね、土曜日の朝7時半なんですけれども、今日はこれからホテルから2キロぐらいのところにある台北で一番人気の朝ごはんを食べに行きたいと思います。ミシュランビブグルマンに何年も連続で選出されてるお店です。ちょっとランニングがてら走っていきたいと思います。絶対この行列だよね。熱がとんでもない。並ぶか。善道寺駅5番出口のすぐ横です。メニュー表は写真付きで日本語も書いてあるので分かりやすいです。ナンバーワン and 冷たい。あと3。注文番号を覚えておかなきゃいけないんだ。それで注文する形です。今8時40分並び始めて40分でやっと買えました。いただきます。豆乳のアイス。うまっ。甘くて豆腐の味も少しするけどすごい飲みやすくて美味しい。結構甘めだ。氷が入ってないから冷たいのかなと思ったけどしっかり冷たい。でもう一個が普通の豆乳に揚げパンつけて食べてる人と、あとこの塩っぽい豆乳におかゆみたいな豆腐が固まったやつを食べてる人がいたので、こっちが甘いかなと思ったんで食事の方はしょっぱめの豆乳にしました。揚げパンも頼もうかなと思ったけどすでに上に乗ってたので、これでいいかなと思って。中にエビとかザーサイが入ってるらしい。うまっ。優しい。フルフル系の豆腐。出来たての味ですごい美味しい。行列も納得。価格もさ、2つで80元で約日本円で350円。安いよね。フードコートがすごい広いから席自体は全然心配しなくても座るところはいくらでもあるって感じです。なんかこのだし汁の味も和風だしでも中華だしでもないような、ちょっとお醤油ベースの味ですごい美味しい。
揚げパンが出来たてだからか汁の中にしっかり使ってもまだサクサクだから出汁が染み込んでサクッとしててすごい美味しい。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。はい、11時になりましたので、ランチをね、食べに来ました。地下鉄の駅のダーチャントという駅、ミシュランビブグルマン掲載の人気店があるということで行きたいと思います。一番出口出て、結構すぐのところにあるみたい。あ、すぐのところどころか目の前じゃないか。これです。まあ普通にこれだよね。1個でいいな。これと米頼むでいいんじゃないですか。これ1つとこれ1つ。すぐね出してくれる感じだった。お肉大きなの3個ぐらい入ってる。いただきます。うん、柔らかい。あ、汁が美味しい。うん。スペアリブの煮込みで薬膳感はないかな。豚肉のだし、豚骨薄いスープがすごい美味しい。で、この大根みたいのが入ってるんだけど、冬瓜かな。うん。優しい。高麗菜飯。炊き込みご飯みたいな感じかな。うん。これうまい。うん。何味？なんか豚の脂とか入ってんのかな。そうます。一緒に食べたら美味しい感じや。ちょっとこれで味付けするんだよね、多分。入れます。うん。あ、辛い。結構辛い。ちょっとでいいかも。美味しいよ。美味しいと思う。好きだと思う。続いてすぐですね、隣の隣ぐらいに同じ通りにもう一つ有名なミシュランビブグルマン掲載のおこわのお店があるっていうことで、そちらも行きたいと思います。もち米のおこわと、あと牡蠣のスープが美味しいって聞いて、私牡蠣大好きなんでそれを食べたいなと思ってます。牡蠣のスープと、あと80元のこのセットのおこわ頼みました。へー。うん。めっちゃ早いわ。秒で出てきました。40元、40元、70元。そっちが油乗ってる方で、こっちがシンプル系のやつ。2個あるんですよ、種類が。まず油乗ってる方のやつ、いただきます。あ、中は何も入ってない。うん。うま。油ご飯。油ご飯。うん。あ、これなんかかけんのかな、これ。味がない。なんか薄い。タレをちょっとかけるっぽいですね。うん。うん。ちょっと唐辛子も。うん。美味しい。ちっちゃいからね、すぐ食べ終わっちゃうこれ。今1個200円だからね、おにぎり価格ですね。牡蠣のスープが350円。安い気がするね。これ。牡蠣のスープさ、牡蠣がちっちゃいこれつぶつぶがいっぱい入ってる。生姜も大量に入ってる。うん、うん。これ美味しいわ。旨味が。優しい。これちょっとね、すごくうまいかも。痩せてる肉みたいな書いてあった。ちょっと脂が乗ってない方のやついただきます。うん。さっきのやつよりも甘めかも、こっちの方が。お肉はこっちの方がちょっとパサパサしてる感じ。くどさはないんだけど、なんかさっきのやつの方がコクがあるから、私は脂が乗ってる方のやつの方が好きかも。でも量がね、少ない。流れ的にはさっきのお店に行ってここのお店に来るこの流れがすごいいいかな。どっちもねすごいお腹にたまる系の食べ物じゃないから食べ歩きできると思います。効率よく。料理食えちゃう。どっちもね一人で食べてもこの量食べれると思う。さっきのやつとマジ何回も言うから別にここ使わなくていいんですけど、今回食べてる食べ物は全部熱々系じゃないですか、ほぼ。冬とか秋口に来たら寒いから全部染み渡るだろうなって思う。
結構ここのお店もさっきのお店も現地の人が食べに来たりお昼ご飯をねテイクアウトで買いに来てる人が多かったから、なんかどっちかっていうと地元の人のなんか食堂みたいな。だから台北駅から少し距離はあるけどローカルの空気を味わいたい人にはすごいいいと思う。2軒はしごしたけどまだまだ食べられる。ごちそうさまでした。桃園空港のすぐ横にあるグロリアアウトレットというところに来ました。こちらです。駅から直結ですぐアウトレットがある。ここのアウトレットは台湾初の屋外型の巨大アウトレットモールで2015年にオープンしたっていうことです。もちろん高級なハイブランドから普通にお手頃価格のお店までたくさん入ってるみたいなんで、どれぐらい割引されてるのかっていうところもお伝えできればなと思います。ロエベは靴とシューズは 60% オフで革小物系は 40% オフでした。結構ね普通に使えるカゴバッグとか革バッグ、あと服も奇抜なものじゃなくて着やすいものがあって品揃えが良かったです。バレンティノはだいたい 20% から 60% オフぐらいになってました。メンズの服と女性の服結構品揃えが多かったですね。フェラガモは 20% オフから 80% オフでした。シューズが 80% オフでレディースがあってかなり安かったです。ノースフェイスは全部 30% オフでした。ダウンとかはなかったですね。このアウトレットモール結構ひどくて1区2区3区ってあって、1区今ぐるっと回って次2区に向かってます。一方通行で行けるから全部回りやすいですね。ハイブランドも1区2区であとちょっと3区みたいな感じで少しずつ分散してますね。サンローランはほとんどの商品が 20% オフであと少し 50% オフのものもありました。バレンシアガは全部の商品が 35% オフになってました。ボッテガベネタはだいたい 20% オフから 50% オフ、服が 70% オフのものが一部ありました。プラダはすごい長蛇の列で30分ぐらい待って入ったんですけど、ほぼ全部半額 50% オフでした。ただちょっとね普段使いしづらいアイテムが多かったって感じですね。はい、ということで3つの区が全部回り終わりました。思ってたよりもコンパクトで3区があるって言っても回ろうと思ったら結構1時間2時間ぐらいでサクッと回れるような感じでした。でお店なんですけど子供用のお店から大人用のお店、そして安いお店からハイブランドまでいろいろあるので、何か欲しいものとね巡り合える確率は高いんじゃないかなと思います。お昼頃はね結構空いてたんですけど、日が落ちてくるにつれて混み合ってきてるので、ゆっくりちゃんと買い物したいなっていう方は早い時間から来るのがいいのかもしれません。あとは空港と隣接してるので帰る前にちょろっとサクッと寄ろうかなっていう、そういう感じが一番いいのかなと思います。台北からやっぱ1時間かけて来るアウトレットにしては広さはねそこまで広くないような感じがしたので、帰るついでにあと来たついでに寄るっていうのが一番いいと思います。今日の晩ご飯はホテルにチェックインするときに通りがけに串の火鍋屋さんみたいなのを見つけて、それに行ってみたいと思います。混んでるし席があと1席しか空いてないから入っちゃう。でここでメインは事前に注文して、あとは全部冷蔵庫から自分で飲み物とか串とかは取るスタイルっていうことで、豚肉、魚、あと野菜とかいろいろある。おすごいな。美味しそう。こういう感じよ。なんか本格的よ。串が入るよ。串ね全部10元なんだって1本。あ、そうなの？ってことは50円。何とっても50元だって。本当に一口や。なるべくでかいやつの方がいいからな。あ、結構でかいわ。でかい。あ、いいね、なんかこういうスタイルね。ミノじゃん。あ、ミノだ。じゃあこんなもんで。豚うまそうなんだが、量多いし結構。ピリ辛鶏ガラスープって感じ。全然マーラー感はあるけど、こういうのがいいよ、チーは。なんかおでんみたい。楽しいね、これ。入らないんだけど。OK。タレは店員さんに作り方聞いて、左から順番に具材を入れて作りました。昨日飲んだのと一緒だと思う。あ、美味しい。昨日のとまた違う味が。ウーロン茶だ。Google のレビューがここ1万件あるんですけど、めっちゃ評価高いから、桜とかじゃないかな、大丈夫かなって心配になったけど、この混み具合見る感じは本当に人気の店だと思う。豚肉からいただきます。
火鍋しゃぶしゃぶ落ち着く。美味しいね。マーラーは嬉しい。濃すぎないマーラーだね、台湾は。なぜか。全然辛くない。牛も美味しい。フィッシュボール。熱くない？ゆりゆりしてる。ちょっと甘くて、マーラーでちょっと辛くていいねこれ。うん、野菜も。結構ね、お鍋屋さん、火鍋屋さんが高いんですよ、台湾って。食べ放題のところとかだと、平日と休日で料金が違って、今日まあ土曜日なんですけど、1人4500円確定みたいな。もちろん飲み物は別だからさ。台湾のさ、観光の YouTube とか見ると、結構火鍋屋さん行ってる人は多いけど、値段が高いと思いませんか？日本に比べてもね、結構高いと思うんですよ。一皿お肉5000円とかさ、もちろん美味しいんだろうけど、B 級グルメとか、食べ歩きで安くお腹満たそうよっていうノリで台湾来てて、いきなりふっと来るなっていう値段のところが多かったんで、ちょっとローカルっぽいところに入ってみたけど、全然良かったね。いや、来てよかった、僕。うん。サービスもいいし。締めは卵麺にしました。オリジナル混ぜ麺みたいにした。超ジャンク。店員さんも親切だし、価格も比較的火鍋にしてはリーズナブルだし、味もすごい美味しいから、機会があったらぜひ来てみてください。ごちそうさまでした。昨日がね、楽しすぎたからまた戻ってきちゃいました。混んでるかなあ、座れないかもしれない。昨日よりも明らかに混んでる。超満員。混んでるから台湾ビール飲んで待ちます。やっぱ酒があった方が楽しいな、恵比寿。よし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 。行きました。よっしゃ。イエーイイエーイ。おーいいね。おーいいやつだよ。あ、来ました来ました。すいません、お祭りしちゃった。よしよしよし。ほら、いい手を持ったやつが釣れたぜ。よし。はい。食べよう。どうする？食えるか、こんなん。食える。うまかった。むちゃくちゃいるぞ。もうなんかやりながらお酒飲んでたらもう結構酔っ払っちゃったんですけど、昨日は塩焼きだけで食べたけど、別料金支払うんですけど、ガーリック炒めプラス250元してやってもらってます。あと半分は塩焼きにしてる。深夜の2時にこんなん食べて大丈夫かな。明日朝ごはんなしで。2人の超過です。3時間かかりましたが、いろんな人が褒められました。うめえ。相変わらず若干正気っていう目で見られてるけどこの時間にこんなん食うのっていう。ここの釣り堀は釣れる。ちゃんと1時間に一遍エビ補給してくれるから、やったことない人が来ても全然釣れる。ニンニク炒めちゃんとさ、染みるようにこう背中を全部開いてくれてんだ。やばい。ニンニク炒め超うまい。贅沢だねこれ。釣る楽しさももらって食味も最高にうまくていい思い出になる。俺、ツイートになってる、そこまでこれ。台湾で食べた食事の中で一番うまいかもしれない。日本にあったらさ、食べきれないやつはテイクアウトしてきます。これからお昼ご飯を食べに行きます。台湾って言ったらやっぱ小籠包をね、一回は食べておきたいなと思ってたんですけど、善道寺駅にすごい口コミ評価がいい小籠包屋さんがあるということで来ました。そこはトリュフの小籠包がとっても美味しいということです。ちょっとね、高級な感じではあるんですけど、せっかく台湾来たし、美味しいならちょっと食べてみようじゃないのということで行ってみたいと思います。着きました。ここだ。なんかおしゃれな見た目してますね。並んでなさそう。入ってみます。予約してないと入れないのかも。少し待ったら入れますか？OK。20分待って入れました。席は70分制とのことです。席に着いたらお茶が出てきます。サービス料が 10% かかるみたいです。いただきます。鶏のスープ。
美味しい。シンプルに鶏の旨味だけを凝縮したみたいな。花鳥系の味が全然しない。しっかり鶏煮込みましたの味のスープ。鶏肉もさ、ホロホロでも箸で切れるぐらい柔らかく煮込んである。小籠包来ました。トリュフ小籠包。いただきます。マジでトリュフの海。トリュフ小籠包めっちゃうまいわ。ほんとそのまんまトリュフの味がむっちゃくちゃする小籠包って感じ。高級感がありますね。トリュフたっぷりの黒いあんが入ってます。普通の小籠包とは別物だね。ワインとか一緒に飲んだ方がいいんじゃないのっていう、なんかそういう味。洋風っぽくなるね。夜に来てお酒とかとみんなでちょっとずつ楽しむのが多分いいと思う。普通の小籠包も頼んだんで10個で220元。美味しい。豚肉の旨味がパーって広がる感じ。皮が美味しいね、ここの小籠包。四川ワンタン麺頼みました。汁が結構少なくて混ぜ麺的な感じなのかな。お酢と胡椒も入ってて、そこに四川っぽいマーラーの味が少しするって感じ。この麺120元でさ、約600円ちょっと。結構安いね。ワンタンがすっごいでかいんだよ。本当はワンタンだけ頼もうと思ったんだけど、値段がそんなに変わらなかったんで、だったら麺と一緒の方がお得じゃないと思って頼みました。ワンタンうまっ。これ女の子めっちゃ好き。名物にする高級食材のトラディショナルフードみたいなやつってお店によって全く仕様が違うから、トリュフだったらここみたいな感じなんだろうね。トリュフ小籠包ラスト1個。すぐ食べ終わっちゃった。完食です。全部ご飯美味しかったし、ちょっと高級ではあるけれども、トリュフ小籠包は特に日本で食べられる味ではないから、台湾に来たらね、食べに来る価値はあると思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。私は今、黄色いメトロの駅のダーチャオ島駅に来ておりまして、これから適化街という台北の歴史ある問屋街に行きたいと思います。ここはね、レトロな街並みと、あとは現代風のお土産ショップとかいろんなお店混ざって、今ね、とっても素敵な観光地になってるっていうことなので、行ってみたいと思います。着きました。適化街。いきなり一気に雰囲気あるね。とりあえず歩いて探索してみますか。急にこんな街並みってすごいね。なんか路地も一個一個見ていきたいぐらいいろんなお店があるんだけど、とりあえずまっすぐ歩いて行ってみようかな。人は少ないね。少ないね。もっと混んでると思ってた。何これみんな買ってんのこれ。香辛料の店だ。100。火鍋の味。顔。調味料屋さんもおしゃれだね。辛いスナック菓子行ってみようか。かわいいゲーセンみたいなつけるやつ。ふわふわしてておいしい。これ美味しいね。なんて例えたらいいかあれだけど、横浜中華街みたいな感じ。ここさ、今雰囲気いいなと思って Google 見たらレビューが1000件以上あって 4.1 なの。寿司。杏仁ラテいただきます。上の方にコーヒーがあって下に杏仁が沈殿してるから、飲んだら普通のラテだと混ぜないといけないやつですね。高級なんだもんさ、これ220件もするんだよ。 10% サービス料かかるからさ、あっという間にね、1人で2000円を超えちゃうっていう。美味しいです。カスタードマンもいただきます。なんか想像してたらちょっと違う。もっとカスタードでプリンっぽい感じかと思ったけど、ちょっと塩っぽい感じもあるから甘すぎなくて美味しい。これはすごいな。黄身みたいになってる。なんかプルプル。台湾の定番のお土産というか大人のお土産って言ったらカラスミかなっていうことで、適化街にカラスミのおすすめのお土産屋さんあるということで来ました。老舗のカラスミ屋さん、6時まで、今5時45分ぐらい、ギリギリだけど買えるかな。こんにちは。カラスミ。カラスミです。常温で3日間大丈夫。もち悪い手大丈夫。じゃあいいね。冷蔵1ヶ月、冷凍で1年持つよ。これ、普通サイズ750元1つ。じゃあこれ一つ。はい。美味しそう。
選んでください。じゃあこれ。はい。こういう風に入れてくれるんですね。夕方の6時ぐらいになりまして、適華街から歩いて5分ぐらいの寧夏夜市に来ました。台湾の夜市でちょっと食べ歩きとかしたいなと思います。まだ早い時間なのにむちゃくちゃ人多いね。いい匂い、いろんな食べ物の匂いが混ざってますね。早々にめっちゃ雨降ってきちゃった。食べ歩きは諦めてお店の方に行きたいと思います。有名なジーローハンのお店に来ました。開店早いみたいだからすぐ座れそう。秒で入れたらよかった。ルーローハンとジーローハンとスープ、ジーローハン、鶏肉ご飯。甘い鶏肉ご飯。甘すぎる感じじゃないよ。ご飯の中にだしみたいのが入ってる。あくい。ルーローハン。うまっ。おいしい。海苔と卵のスープ。優しい。みんな滞在時間10分って感じだから、ものすごいスピードで回転していく。サクッとだけど美味しかったです。ごちそうさまでした。最終日の夜ご飯なんですけど、ホテルの近くの海鮮居酒屋で食べたいと思います。日曜日の10時過ぎてるんですけど、結構賑わってる感じです。いけすもあるよ。最初にね、飲み物以外で1人当たり350元っていう使ってほしい金額決まってますけど、大丈夫ですかって言われました。まあお腹空いてるので大丈夫でしょう。店内の賑わい方えぐいね。また18日ビール頼みました。乾杯。思ったよりもさ、店のメニューが安いから700頼むの大変だった。台湾の海鮮居酒屋でこういうスタイルのことをラーチャオスタイルっていうみたいなんですけど、一皿100元から200元ぐらいの低価格帯で海鮮を気軽に楽しみながらお酒を飲めるっていうスタイルのことです。地元のローカルの人たちで賑わってて、その中にちらほら観光客の人もいるかなっていう感じ。アサリのバジル炒めいただきます。あ、うまい。辛くない。全然東南アジアの感じの味。料理の種類が中華が多いのかなって思ったけど、そうじゃなくってベトナムとかタイっぽい料理とか、あとお刺身なんかはね、完全な日本風。サバの塩焼きとかもあったし、なんかいろんな料理が混ざって総じて海鮮って感じなのかな。牡蠣のトーチ炒めいただきます。うまこれ。めっちゃニンニク効いてて、辛みはなんかそんなないんだけど、絹豆腐と牡蠣の旨味が凝縮しててむちゃくちゃうまい。米欲しいこれ。米食い放題。もうちょっとだけ辛くてもいいかなって感じ。そうだね。ソフトシェルクラブの唐揚げいただきます。これ胡椒が効いててめっちゃくちゃうまいよ。これで1000円は安いよ。これうまい。もう一個食べたい。おかわりしちゃだつぶ貝の胡椒炒め。あ、シナモンの匂いするわ。胡椒だけじゃないね。胡椒っていうよりはね、シナモンですね。おかわり来ました。ソフトシェルクラブの唐揚げ。やっぱ揚げたてがうめえな。こんなご飯食べてたら細くなれないよ。美味しいものを食べ尽くしました。明日はもう帰るだけ。ごちそうさまでした。最終日の朝、ちょっと時間に余裕あったんで、ホテルの近くのワンタン屋さんでワンタン食べたいと思います。おかずもいっぱいあります。手作りで作ってます。オープンがさ10時半だから、お昼時に現地の人来るんじゃん。どんなに高いメニューでも500円だから安いよね。おいしい。厚揚げ。家庭の味って感じ。いただきます。味ない。辛いそれ。
全然。激辛ってなってたけど。うん。うん。やべ、バリ辛い。ジャンボエビ入りワンタンスープ。ジャンボすぎるだろっていう。いただきます。うん、うまい。ナイス。うん。激辛ワンタン麺スープなし。スープなしだけどなんかスープっぽいよね。ごまや。翻訳が間違ってんじゃないの？激辛じゃないじゃん。ごまなんじゃないのこれ。ごまワンタン麺うまいけど。ワンタンの種類が違うね。豚肉オンリーだ。美味しい。ああ、そう。日本語メニューで翻訳載ってたからそれを見て注文したんだけど、多分ね合ってないです、翻訳が。激辛麺頼んだらごまのペーストの麺が出てきて、シンプルなネギあえ麺頼んだら細切りの豚肉とザーサイが載ってたりとかするから、反対時の Google 翻訳で見てもね全然何かわからなかった。エビのワンタンをね頼むのが一番間違いないと思う。美味しいし。ごちそうさまでした。たくさんの美味しいものに出会えた台湾グルメ旅。ここにしかない、心も体も満たされる味ばかりでした。この一皿を食べるために、また来たくなる忘れられない思い出になりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。